やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、ナイス HCK の期待されていた新作、ユース。1万円を割る価格、ベリリウムコーティングのダイナミックドライバと、1ダイナミックドライバの中でも、中高音が好きそうな人にはたまらないスペックだ。1万円以下のベリリウムコーティングダイナミックドライバは、結構いろんなところで使用されている。例えば、キネラの BD5 Pro は、ハイブリッドだけど、低音域中高音域にはベリリウムコートのダイナミックドライバが使用されているし、それから、JP ライドの1984フリードムなんかは、このイヤホンにかなり近い、8mm 振動板と金属振動板を採用した、ベリリウムメッキダイナミックドライバを採用したイヤホンだ。スペックについて、さらっと見ていこうか。インピーダンスは16オーム。スマホとかでも全然使えるスペックだ。1万円以下、クーポンなどでさらに下がる可能性もある、比較的低価格に位置する商品なので、上流もあんまりコストをかけなくても十分に楽しめる仕様になっているぞ。付属ケーブルの選択肢は 3.5mm のみ、より高価な商品だと、一時期は色々端子周りが選べる仕様も用意されてたけど、ナイス HCK のイヤホンの場合、最近は在庫の最適化なのか、3.5mm 限定が多くなったな。外装は、アルミニウム製、ユースの名称をイメージさせる、爽やかなグリーンのみのラインナップとなっている。こだわって、わざわざ同じ質感、同じ配色の端子装飾を持つケーブルが組み合わされているな。ケーブルの質感も良好。薄いけど多分皮膜までグリーンに寄せてるっぽいなこれ。形状的には奇抜じゃないんだけど、配色で記憶に残るイヤホンだ。アルミニウム製の外装は、高音域から中音域あたりに、高質な響きを加える印象が強い。明らかに狙ってアルミニウムを採用してると思われる。そうそう、中華イヤホンで採用されまくっている6辺星型のネジではなく、普通のプラスネジが採用されてるのも、なんだか不思議だな。これ以前の HCK の製品って、大体星型だった気がするけど、委託した工場が違ったりするんだろうか。使用されているのは2ピン端子、非埋め込み型で、ほとんどのケーブルを使うことができる。ただ、通常のものと寸法が違うせいか、差し込む時にスッと入らない。硬い、とも違うな。若干サイズが普通の2ピンと違うっぽい。ここの取り扱いには注意が必要だ。付属品はケーブル、イヤピ、ポーチ。以前の中華イヤホンでよく採用されていた、パッケージ内のポーチの中に、すべての付属品が収まっている形だ。イヤーピースは最初から本体に付いているものと、それからナイス HCK の上位イヤピの2種類がセットされていて、それぞれ、開口部と弾力が異なり、音が結構変わりやすいイヤーピースだ。僕は固めのイヤーピースじゃないと、うまく密閉が取れない耳の形をしているので、今回は乳白半透明のナイス HCK イヤピを使って試聴したぞ。内装について見ていこうか。このイヤホンが採用しているのは、8.8mm のダイナミックドライバー。早い話、約 9mm。低音域から高音域まで、十分な表現力を期待できるドライバーだ。さらに、ベリリウムメッキの振動板を採用しているところが特徴点となる。ナイス HCK で、他にベリリウムを採用しているイヤホンは、ナイス HCK ロフティがある。使い込めば使い込むほどに高音域がきらめき出す。今でもかなり頻繁に使っているイヤホンなんだけど、ロフティは、エイジング前には高音域が全然出ず。さらに、エイジングにも通常のイヤホンの3倍くらいの時間が必要になった、癖の強い機種だった。ロフティはベリリウム振動板、ユースはベリリウムコート振動板、と差はあるんだけど、あと、多分、ベリリウム自体も合金になっていて純度も違いそうだけど、一応、ロフティの教訓を活かして、エイジングツールにかけてから試聴してみたぞ。また、ベリリウムメッキのイヤホンは、高低音の響き方に特徴があるモデルが多く、他機種を見回してみても、ベリリウムメッキ振動板の方が、音が派手な傾向が強いので、ユースに関しては、コードメジャーのエイジングツール一周で、すでに十分なきらめく高音が出るようになってたぞ。というわけで、外装内装についてはこんな感じ。あ、そうそう、音漏れに関してはかなり少ないタイプ。ベントは上面だけで、ほとんど外側に音が漏れていない。音漏れが気になる人にも優秀な一台となるだろう。じゃあ、音色について見ていこうか。まずは標準ケーブルで。このイヤホン、明らかに狙って低音域を除去した作りになっている。ベリリウムメッキの振動板は、ただ鋭いだけでない、金属音がキラキラと余韻を残して響く、独特の印象を持つものが多い印象。ユースでもそれは同様で、特に高中音域が引き立つ作りになっている。さらに、低音域が大きく削られているおかげで、ボーカルもよく際立ち、キラキラと美しく響く高音域に、十分な、高質な余韻を持ったボーカルや中音域が推奨する。一方で、低音域は控えめで、特にサブベースに関しては、これ、8.8mm のダイナミックなのかと疑問になるほどあえて絞られてるな。
特に、他のベリリウムメッキイヤホンは、低音域がかなりパワフルになることが多いので、箱出しのユースは、非常に特徴的な音になるだろう。ただ、本当にサブベースがほとんど出ない。特に、サブベース愛好家からすると、ハウジングで反響を稼いでないシングル BA イヤホンみたいに感じるくらいに低音が出ない。ここまで極端にチューニングするのか、と感じるくらいにだ。もしかしてと思ったので、同じくナイス HCK の、基本を伸ばす、高純度純導ケーブル、ナイス HCK-GCT5 と組み合わせてみた。あ、やっぱり低音ゴリゴリに出る。サブベース馬味学会もにっこりの仕上がりだ。どうやら、ユースは、一般的なベリリウムメッキの、ドンシャリで楽しいサウンドの本体を、さらに気合の入った専用ケーブルで個性付けした一本、ということができると思う。多分リケーブル否定派でも、この違いは一瞬でわかるレベルでサブベースが響くようになる。リケーブル可能だけど、本来の持ち味を出せる予備ケーブルを探すのは難しいレベルなので、これはきちんと断線しないように使ってあげる必要がありそうだ。どちらかというと、サブベースが欲しい人は、箱から出した直後に、容赦なく洗剤を変更する。というのが、正しい活用方法だと思う。中高音域の伸びまくる純正ケーブルに比べて、リケーブル後のユースは、他社のベリリウムメッキ同様、高音が綺麗にある程度伸びつつ、サブベースの一層暴力的と言えるくらいの響きが楽しめる一台だ。似たような構成の1984フリードムに比べると、リケーブル以前の状態から、耳に刺さる深い音は丁寧に除去されていて、高音が鋭くも、耳に刺さるような音は出ない、よく考えられた一台だな。リケーブル後は、多少高音域の伸びやかさは失われたけど、全体にはソリッドな印象はそのままで、この状態でも、高音が高質に響きつつ、全体に量感がプラスされた感じになった。じゃあ、純銀線ではどうなるのかなと、手持ちの中でも特に高音域が伸びる、ナイス HCK のリトズピュアシルバーを引っ張り出してきてみると、こちらの方が低音を抑えてる感じがなく、自然に減る印象があるな。JP ライド1984フリードムに純銀線を組み合わせた時に比べて、明らかに高音の暴れが少なく、ユースのポテンシャルの高さを再確認できた。このイヤホンは、もともと、高音域から高中音域を主体にした設計となっていると思われるので、どちらかというと、純導線を組み合わせるより、リトズ PS4 コアのような、高音域を引き立てるケーブルと一緒に使うのがいいだろう。また、本来の意図した音色であると思われる、純正ケーブルとどちらが合うかというと、ここは好みだと思う。リトズ PS の方が、低音が減衰している、と感じなくなるんだけど、純正ケーブルの方が、高中音域によりフォーカスが当たった感じになるので、どの音が聞きたいか、悩みながらリケーブルするのがいいと思うな。とりあえず、低音が全く足りない、と思ったら、純導線、中低音域からサブベースまでがもっと自然に聞きたいけど、高音域の馬味は失いたくないのなら、リトズ PS の4新モデルがおすすめだ。間違っても8新のプロをつなげるなよ。あっちは中音域が豊かになるケーブルだぞ。というわけで、ユースは初期ケーブルにかなり特徴があるので、そのまま使って、個性的な音を楽しんでもいいし、あるいは、低音を増強してドンシャリにしても、細い純銀線を使って、そのまま自然に全体を引き伸ばしても良い。ケーブルによって、かなり印象の変わる一台、というイメージだ。また、それらのアップグレードケーブルについてこれるだけのポテンシャルもある。ベリリウムメッキ振動板を採用したイヤホンは、リケーブルでピークが変わると、音がせんすぎる、と感じる仕上がりになる場合があって、特にリトズ PS を組み合わせると、刺激的になりすぎて刺さる場合も多いんだけど、そこで刺さらないギリギリを保つのが、ユースの仕上がりの良さと HCK の努力を感じるな。個人的には、ぜひ潜在のアップグレードで、より自然かつ高中音域が引き立つイヤホンにして聞きたいところだ。実際、僕のユースはリトズ PS4 コアと組み合わせて使ってるからな。音色を分解してみよう。このイヤホンの肝は、高音域から中音域だ。高音域はよく伸び、金属音は綺麗に聞こえる。さらに、ベリリウム銅独特の響き方が美しく、この響きのおかげでベリリウムを選ぶ人も多いだろう。初期ケーブルでは、ここからボーカルより上の音域がよく際立つ。中音域、ここも、きらめく仕上がり、ギターなんかの響きも、高質でよく伸び、ベリリウムメッキ振動板の中音域までの馬味を最大限引き立てたような音色だ。ボーカルも刺さることなくソリッドで明快なので、女性ボーカルとかがよく浮き立つぞ。低音域、ここはリケーブルで大きく変化する。低音が強く出るケーブルを与えると、全体のバランスはドンシャリに、抑えた標準ケーブルでは、サブベースが付随しない軽い音だ。
ベリリウム銅の振動板は、低音域が弾むように聞こえるところも魅力なんだけど、あえて高音側だけに集中して勝負した、というところが、ユースを特に印象づける仕上げなんだろう。ただ、ここは本当にリケーブルで量が大きく変わってしまう。また、今回使用したリケーブルは全てバランス接続だったので、出力もちょっと関係してるかもしれないな。空間は広くも、狭くもない感じ。適正で、伸びてほしい音はきちんと広がる。常に広いわけではなく、狭さは全く感じない。音楽を楽しみやすい仕上がりだと思うぞ。というわけで、ユース、とてもおすすめだ。ケーブルによる変化が大きいので、できればケーブルを多めに持っている、ちょっとこなれた人に手に取ってほしいな。逆にこなれていない人には、NX7 系から始めてもらった方が良さそう。あっちはフィルターでいじれるし、NX7 はより分離感が強く、明瞭な高音域なんだけど、ユースは響きが強く、高質な高音域、さらに、リケーブルで大きく印象を変化させる一台なので、NX7 の高音域で満足している人にも、ぜひ触ってみてほしいな。おすすめだぞ。さらに、この動画ではクーポンとプレゼントキャンペーンもやってるぞ。詳細欄を確認して、ぜひ参加してみてくれ。今回は、プレゼントが2台、値引きが1ヶ月間、YouTube だとコメントが表示されないことがあるので、Twitter を使って抽選するぞ。ぜひ参加してみてくれ。と、こんなところだな。良いイヤホンだ。ケーブル変化による音の大きな変化を想定してたかはわからないけど、そこまで含めて楽しめるイヤホンだな。知り合いが聞いて勧めてた理由がわかった。相性が合えば価格以上に楽しめる一台だぞ。といったところで今回はここまで。